息子はあと何年私と遊んでくれるんだろう。お金も大切だけど、今この一瞬一瞬の時間も大切。4人家族月20万円ちょっとで生活する我が家の少ないお金で豊かに暮らす5つのコツをご紹介します。日々の小さな幸せに気づく。皆さんはどんな時が幸せですか？私はゆったり温泉に入っている時、美味しいものを食べている時、子供たちが笑っている時など。幸せのためにはお金が必要と思われがちですが、案外お金をかけずに幸せを感じられることはたくさんあります。温泉は旅館に行かなくても日帰り温泉なら安いですし、もっと言えば自宅のお風呂にキャンドルを置くだけでちょっとした非日常感を味わえます。ダイソーの防水スピーカーで音楽を流せばかなり癒しの空間に。美味しいものを食べたいときはお勤め品狙いで、ちょっといいお肉が割り引かれていた時に購入し焼肉を楽しんだり、パン屋さんの開店直後に行き昨日のパンを格安でゲットしたり、工夫次第で安く購入できます。子供たちの笑顔を見るのにもお金はあまり必要ありません。一緒に工作したりアウトドアを楽しんだり、親も一緒に楽しむことが子供の笑顔を引き出す秘訣。お金をかけて高級なレストランに行ったりテーマパークに行けば確かに素晴らしい時間を過ごせると思いますが、お金をかけずに得られる幸せもたくさんあります。幸せはこうという先入観が邪魔をし、日々の小さな幸せを見落としがちですが、私はその小さな幸せに気づいてから日々の充実感が格段に上がりました。なかなか小さな幸せを見つけられないという方は、今日あった一番楽しかったことを発表し合うのがおすすめ。我が家は夕食時にしています。大人は特別なことがないとなかなか楽しかったことが思い浮かびませんが、子供を見習って日々の生活の細かなところまで目を向けると案外幸せはたくさんあることに気づきました。八百屋さんでオレンジをたくさんサービスしてもらったこと、仕事が早く終わって息子とお散歩に行けたこと、平和で穏やかで幸せだなぁと心がほっこりします。寝る前に今日嬉しかったことを3つノートに書くと1日がハッピーで終わると以前ある本で読んだことがあります。このような方法でも日々の小さな幸せに気づきやすくなると思います。自分に刺さることを見つける。自分にとってこれだというものがあると人生一気に面白くなるものです。飲み会や買い物といったお金がかかることにハマっている方は視野を広げてみるのがおすすめ。何が刺さるかは人それぞれですが、一例として私に刺さったものをご紹介します。映画やドラマ鑑賞。物価高の近年、何でも昔よりお金がかかるようになったと思われがちですが、逆に昔よりお金がかからなくなったこともあります。それは映画やドラマ、音楽鑑賞。私が幼い頃はビデオが主流で、よくTSUTAYAに借りに行って自宅のビデオデッキで見ていました。でも今は好きなジャンルの動画を YouTube で無料で見られますし、Amazon プライムなどを活用すれば映画やドラマも月500円ほどで見放題。巻き戻して返しに行く必要もありません。Amazon プライムならいろんな音楽も聴き放題です。私は SF 映画が好きでたまに見るのですが、ストレスが溜まっている時は号泣できそうな映画を見ることもあります。涙にはストレスホルモンを体外に排出するというデトックス効果があるので、ストレス発散にもぴったり。制作活動。何かを作り上げることは子供にとっても大人にとっても面白いものです。子供たちはレゴや折り紙、シーリングスタンプ作りなどにハマっていて、私は動画やブログ作りにハマっています。夫のお給料が激減し、家計の足しにと思って始めた YouTube ですが、今や趣味と言えるほど楽しんでいます。動画を1本作り終わった時は達成感を味わえますし、コメントなどで反応していただけるのも最高に嬉しい。今まではこんな節約術を発見したと自己満足で終わっていたことも、情報配信することでいろんな反応をいただけるので楽しいです。また私の母は裁縫が趣味で、幼い頃はよく手作りの服を着ていました。
今もバッグなどいろいろ作っていて、メルカリで販売しお小遣い稼ぎもしています。手先を動かすことで認知症予防にもなっているとのこと。初期投資がかかるものもありますが、メルカリで売ったり情報配信をすることで逆にプラスになることもあります。他にもアクセサリー作りにハマって扶養を抜けて働くようになった友人や、お菓子作りが好きでインスタ投稿しているうちにお小遣い稼ぎができるようになったという友人もいます。自分の好きを追求していくことは生き生きとした生活を送れるだけでなく、工夫次第で収入につなげることもできます。上手な波の乗り越え方を見つける。生きていると楽しいことばかりではありません。やりたくないことをやらなくてはいけないこともありますし、ストレスが溜まり爆発しそうになることもあります。そんな時ショッピングで散財したり、暴飲暴食をして体調を崩したり、自分にとってマイナスな方法で波を乗り越えようとしてしまうと、幸せは遠のいてしまいます。ポイントは自分に合ったストレス発散方法を見つけること。こちらのストレス解消マップを活用してみるのがおすすめです。発散的、浄化的、動的、静的と分かれているので、自分に合うストレス発散方法を見つけるのに便利です。我が家の話になりますが、先日息子がインフルエンザで保育園をお休みしました。幸いすぐに良くなったのですが、登園禁止期間があるのでしばらく家から出られず、息子はストレスが溜まってほんと大変でした。そして私も爆発寸前に。発散しないと本当に爆発しそうだったので、土曜日に1時間だけ一人カラオケに行ってきました。仕事が溜まって家はぐちゃぐちゃだったんですけれど、一旦歌おうと。でもこの1時間のおかげで心がリフレッシュして、また頑張ろうという気持ちになれました。頑張っているのにさらに追い込もうとするといい結果になりません。ちょっとの時間でも気分転換した方が、その後テキパキ行動できるように感じます。このマップにある通り、気分転換の方法にはお金がかからないものも多いので、やはり重要なのは自分にぴったりな波の乗り越え方を見つけることではないかなと思います。心にちょこっとゆとりを持たせる。家事に育児に仕事に目が回るほど忙しい毎日ですが、心にはちょこっとゆとりを持たせるようにしています。先ほどお話ししたように爆発しそうになることもよくありますが、そこはうまく乗り越えつつ、いっぱいいっぱいにならないようにするのが私の目標。そのために家事に優先順位をつけて、優先順位が低いものは思い切って切り捨てます。例えば陶器は夜に洗濯をして室内干しにしたり、外着以外はポイポイ収納にしたり、しっかり料理するのも基本1日1回。夕食を作れるだけ作り、次の日のお弁当や冷凍ストックにしています。おかずの冷凍ストックがあれば、料理したくない日の救世主にもなります。やめた家事20選という動画もアップしていますので、ご参考までに。全部完璧にやっている方は本当に素晴らしいと思いますが、私の場合それを目指すと、毎日の小さな幸せを取りこぼしてしまうことに気づきました。子供の幸せのためにと頑張っているはずが、頑張りすぎてキャパオーバーになるとイライラしてしまい、子供に気を使わせてしまう始末。まずは私が幸せを感じないと、子供たちを幸せにはできないなと実感しました。子育て中など、心にゆとりを持つことは簡単なことではないかもしれません。ただ、全部できなさそうな時は物事に優先順位をつける。忙しくて手が回らない時は家族に協力を求める。この2つを心がけるだけでも心のゆとりを作りやすくなるのでおすすめです。過去や未来のことを必要以上に考えない。過去の失敗から学んだり、未来のことを考えて計画を立てることは大切です。私は昨年 FP2 級を取得したのですが、FP の手法に将来かかるお金の計画を立てるライフプラン表というものがあり、私も実際に作っていろいろと計画を立てています。ただ、必要以上に未来のことを考えて不安になったり心配するのは時間や労力がもったいない。
なるようにしかならないことも世の中にはいっぱいあるので、そこはあえて考えない方が断然心が軽くなります。マインドフルネスという考え方があります。過去や未来にとらわれず、今ここに集中するということ。私たちは今という時間しか生きることはできません。それなのに目の前の今に集中せず、明日明後日の憂鬱なことを考えたり、昨日のこと、1週間前のことを後悔することに時間を費やしては、いつ今の幸せを感じるのでしょうか。この本に書かれていた言葉でハッとした一文です。教育費のこと、老後資金のこと、将来のためにがむしゃらになって今をおろそかにしていたら、本当にいつ幸せになれるんだろう。幸福度の高い人は今を楽しんでいる人だそうです。詰め込みすぎた仕事をちょこっと減らして節約でカバーしたり、休日は家族で公園や児童館に行ってみたり、忙しい日々の中で今楽しむことを後回しにしがちな方も多いと思いますが、もう少し今に重点を置いてもいいのかもしれません。幸福度は収入に比例するけれど、年収約800万円でほぼ頭打ちになるそうです。お金で満たされるのはあくまで満足度だけであって幸福度ではありません。言い方を変えると、幸福度はお金をかけなくても上げられるということ。家事効率を上げて心にゆとりを持たせたり、日々の小さな幸せに気づいたり、しっかり今に向き合うことで暮らしをより豊かにすることができます。休日は家族で新しい景色を見に行ってみる。たまには凝った料理を作ってみる。子供と一緒に勉強してみる。だらっとして過ごす休日もいいですが、何かテーマを決めて過ごすと、より充実した一日を過ごすことができます。そこにお金の有無は関係ありません。幸せな日々を送る上で、この動画が少しでも参考になると幸いです。本日もご視聴いただきありがとうございました。